2026年の最新版のシステム連携組み立て図推しポイントっていうのを5つ挙げていきたいなっていうふうに思ってまして、ハブスポットに変わったっていうところが一番大きいところですよね。55個 IT ツールを使っているらしいんですって。こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝としんぼりと三角です。今日はですね、3人で2026年度最新版ということで、セールスソースを中心としたシステム連携組み立て図。僕たちがずっとこれに投資をしていってるんですけど、多分3回、4回目ぐらいのアップデートになって、今回はね、やっぱね、従業員がね、増えたっていうのがあって、すっごいアップデートになって。結構変わりましたよね。そう。めちゃくちゃ変わってるんで、そのアップデートをしっかりお伝えをしていきたいなっていうふうに思ってます。ただ、この動画で伝えたいことっていうのは、なんかこんなにうちってすごいんですよみたいなことを伝えたいわけじゃなくて、この思想の部分、なんでこのツールにしたのかとか、どういう風な背景があってこういうことに変わったのかみたいなところをお伝えしていきたいなっていう風に思ってます。で、おそらくこの動画を見てくださってる方って、そのユーザーと我々のお客さんになり得る方も見ているとは思うんですけど、セールスソースさんとかツールベンダーの方も見ていらっしゃると思いますし、そうですね。ましてや、競合他社。お客さん側からすると、フライクに問い合わせしたらいいのかな、こっちの企業がいいのかな、みたいな、俗に言う競合他社も見ていると思うので、しっかりなんでこのツールをしたのかみたいな背景、思想っていうのをお二人の方から語っていただきたいなっていうふうに思っております。では、早速、本編に入っていきたいと思います。2026年の最新版のシステム連携組み立て図。セールスソースを中心としていろんな IT ツールを使ってるこのシステム連携組み立て図について解説をしていただきたいんですけど、ここで問題です。早押しね。2024年の時には何個フライクは IT ツールを使っていたでしょう？全部でですか？そう。ピンポーンピンポーンピンポ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 ーンピンポーン、はい、うるさいしんぼりくん。32。結構当てに行く系ね。はい。そうですね。35ですね。35だけね、三角さんが入社する前の段階で35個だったんですよ。35あったんですね。そう。なるほど。それが2026年。でこの動画を撮ってるのが2026年の2月になるものの、何個 IT ツールを使う予定でしょうか？ピンポン。はい。50個。50個。惜しい。結構増えたイメージがあって、15個ぐらい増えたんじゃないかなと思ったんですけど。もうちょっと。上。もうちょっと上。上ですか？ピンポン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 65。55なんですよ。なるほど。ミロとか使ってないツールもあるかなと思ったんですけど、でもよくよく考えると M365 の中にワードとか Excel とかも入れるんだったら60個になってるんですけど、ツール群っていう観点で言うと55個 IT ツールを使っているらしいんですって。そう考えるとちょっとげんなり嫌な気持ちになりますね。ね、カオスですね。使う側、求職者側からするとしんどいんじゃないか。どうでした噛みまくったけど。ツールだけこう並べられると、やばいな、これ、全部覚えられるかなっていう感じはありましたね。ただ、そんなね、実際使ってみると、その、セールスソースを中心に業務の中に付随する機能で連携されてるので、意識して使い方を覚えないといけないツールみたいなのはそんなに多くないかなっていう。確かに。使ってる感あんまないですよね。毎日55個をクリックしてるかとしてないし、そんなに意識はしていないと思うんですよね。とはいえね、この見てる方は、このシステム連携組み立て図がすごいなとか、結構 X でもバズりやすいコンテンツでもあるんですけど、この2026年のシステム連携組み立て図がどういう風にアップデートになったかっていうのをそれぞれの領域で変わったところを教えてもらえますか？まずマーケティング領域、アサナがまた再復活してますね、これ。そうなんですよ。ちゃんと見ると。でも下にバックログあるし、みたいなところはちょっと復活してますね。あとはハブスポットって前の入ってましたっけ？アカウントエンゲージメント。ってことはハブスポット新しくなってますね。それはね、三角の兄貴からね。そうですね。しっかりお話をしてもらいたいなと。あとは、プレイナーとか、コンテンツのところに入ってきてますね。プレイナーって多分見てる方そんなに認識ないだろうなと思ってるんですけど、プレイナーってどんなサービスなんですか？デモ画面を作れるっていうことだけ知ってます。どうやってるんですか？それ以外にもハブスポットの連携とかみたいなところもできるので、また詳しく。じゃあ、
はい。シンボリさんの深堀くんも。あとはまあ、ターゲティ。シンボリさんの深堀くんも。ピンポーンターゲティとか入ってますね。なかったですよね、この辺。そうですね。マーケはそのくらいかな。変わっているところはそうですね。で、セールス領域になると、スピーダ、オートブースト、あとリンクドインとか、ここもハブスポット入ってきてますね。みたいな感じで結構これまでになかったようなツール。あとは、そうですね、ちょっと細かいですけど、ドキサインがクラウドサインに変わりましたね。我々、クラウドサイン使っててドキサインに変わって、またクラウドサインみたいな形になってるので、ちょっとここも今日かわかんないですけど、深掘りしたいですね。シンボリの深掘りコーナー。続いて、ズームと TLDV なんですね。これもなくなってますね。あのツールが。アンプトアンークトークなくなそんなりましたね。言い方する知らんけど。で、しかもこれクイップだったんじゃないノーションと確かに、ノーションがクイップでしたね。ねうん確かに確かに。だからこのあたりはもうまるっと置き換わったっていう形になりますね。あと共通領域はそんなに変わってないですかね。ハブスポットとか、セールスハブかなハブスポットの。が入ってきた。でもちょっとここ変わってませんけど、鍵感がサービス終了になるということで。確かにそうですよね。どうする開ける。開ける。ここは今からちょっと要検討ですね。そうですね。4月でしたっけ ?2026 年。7年の何月か。でちょっとまだ検討の余地はあるっていう感じですね。上の方かな。あとは真ん中セールスフォースでいくと実はセールスフォースの中もちょこちょこと変わっておりまして、まず販売管理の領域。これまで我々結構自分たちでスクラッチで作ってましたけど、ここをオプロさんのソアスクに置き換えましょうっていうところで、同じ機能かもしれないですけど、だいぶガラッと変わってきますね。あとは帳票系。これも頑張って開発してましたけど、オプロさんの帳票 DX を使ってみようみたいなところっていうのがあるかなと思います。セールスソースはそんな感じかな。あとはちょっとちょこちょこ連携のところでザピアが出てきてますけど、これまで API で開発して連携したものみたいなところは、軽いところはちょっとザピア使ってみようかなみたいなところで、連携の仕方っていうところも変わってきてるかなと思います。そして下の方ですかね。ミドルオフィス領域、ノーションに変わってるのかな。あとは新しく登場してるところがこのデータ連携、データ基盤分析っていうところですね。スノーフレークとタブローがついに入ってきました。ここもちょっと後ほど深掘りはしっかりと、シンボリの深掘りコーナーでしっかりとできればなと思います。笑うところですよ、皆さん。笑いが足りてないんですよね。笑いが足りてない。あとは最近流行りの AI、エージェントフォース、ジェミーニ、ボックス AI、ノーション AI みたいな形で、我々もついにの AI を取り入れてやっていこうというところで、こうやっていつも見てる絵ですけど、説明していくと確かに25年から26年にかけて全体的にバーって変わったなーって話してて思いました。じゃあこの中で、いろいろ変わったところはあるけど、推しポイントっていうのを5つ挙げていきたいなっていうふうに思ってまして、まず1つ目の推しポイントが MA 周り。2つ目がセールスのところ。で、続いて共通セールスのところですね。で、次が AI。そして最後にデータ基盤について、なんでそれを取り入れたのか、あとはなんでこのツールからこのツールに変わったのか、みたいな背景を深掘りをしていきたいなっていうふうに思っております。じゃあ、まず一つ目、MA、マーケティング領域のところなんですけど、三角さん、大きいところはハブスポットですよ。まず、アカウントエンゲージメントを解約し、ハブスポットに変わったっていうところが一番大きいところですよね。その背景を教えてもらっていいですか？はい。まず、アカウントエンゲージメントを使ってた背景みたいなところで言うと、やはり Salesforce ファミリーなので、データの連携だったり、もしくは先ほど最後の方に出てきた AI の文脈でデータを活用できるんじゃないかっていうところからアカウントエンゲージメントを使ってたというところがあるんですが、言って今、アカウントエンゲージメントと Salesforce ってやっぱりアプリで繋がっているだけで、そのデータの連携みたいなところはされていなかったというところで、活用がそのセールスフォースに集めるっていうところについてはあんまりできてなかったなっていうのが正直印象です。アカウントエンゲージメントって2023年かな？ 3 年だと思います。3年ですね。僕らがサンフランシスコのそのイベントに行った時に、それまではハブスポット使ってたんですよ。そうなんですよね。一回まずハブスポットから始まってるんですよね。アカウントエンゲージメントからだっけ？アカウントエンゲージメントから。アカウントエンゲージメント、ハブスポッ
トで2023年のタイミングでアカウントエンゲージメントに移りました。本当おっしゃっていただいている通り、その AI の部分がしっかりと情報がセールスフォースとアカウントエンゲージメント、パードットだったんですけど、そこがしっかりデータが同じ基盤の中にあった方が AI は勉強できるよねっていう観点で入れたんですけど、だったので、やめたって。実際にハブスポットを使ってみて、どれぐらいかな今。半年弱ぐらいですよね。そうですね。どうですか、比較してみて。まず、圧倒的に UI、UX がいいっていうのがありますよね。で、MA やっててすごい思うのは、販管とかですね、販売管理だったり経理とかみたいに正解があって、それをしっかり設計して進めていくっていうよりも、やっぱり正解がわからないので、アジャイルやっていくことがすごい多いんじゃないかなと思ってるんですけど、その際にわざわざこうエンジニアの人に頼んだりとか、設計をし直してコーディングしてもらうみたいなことが一切必要ないので、PDC がすごい早く回せるなっていうのが、ハブスポットのいいとこかなと思いましたね。ちなみに、フライク社は今後、ハブスポットを使ってビジネスしていくんですか？やっていきましょう。やっていきますか？行きましょう。はい。言わせた感があってこっちも結構、そのハブスポットとセールスフォースって言ってしまえばこう競合してる部分ってあるじゃないですか。ただ、しっかり連携していけば、こう役割を持たせて共存できるなっていうのはすごい分かってきたところなので、この方法っていうのは結構やりたいと思ってる企業さんも多いんじゃないかなっていうふうに思ってるので、ぜひご提供できるサービスの一つにはしていきたいなっていうふうに思いますね。そうですね。まだまだ僕らの中にもエッセンスというかノウハウ溜まっていないので、すぐにではないんですけど、いろんなアカウントエンゲージメントからハブスポットに移行しての失敗とか、あとはデータ移行する時の事前準備とかっていうコンテンツ取りたいですよね。失敗事例がいっぱいありますからね、こちらには。何回失敗したっていう。確かに。戻らないようにしたいですね。すいません。ぜひ。その説は。じゃあ続いて、セールス周りのアップデートについてお話をお伺いしていきたいんですけど、シンボリさんいいですか？いや、これは大滝さんがいいと思いますよ。シンボリさんいいですか？いや、大滝さんがいいと思います。一番多分ここに思いがこもってると思うので。そうなんですよ。聞いてもらっていいですか？はい、聞きましょう。質問してもらっていいですか？勝手に喋るではなくと。勝手にちょっと喋る。まず何入れたんですか？スピーダとオートブーストを、今から契約する予定ですね。なんかスピーダとオートブースト多分視聴者さんなんじゃそらみたいな。本当？スピーダはよく聞きますけど、オートブーストって多分そんなに聞かないなと思っていて、なんかそこを多分まずドカンと一発。やりたいことは、インバウンドに近いアウトバウンドマーケティングをやっていきたいなと思ってて、まずやりたくないことでご説明すると、例えば、1000社リストがあって、ミスミ電話しろっていう指示があったとするじゃないですか。どんな気分ですか？絶対嫌です。ねじゃあその中で、20社ぐらいリストがあって、このお客さん、フライクのお客さんになると思うから、家電してって言ったらどんな気分？こっちの方が興味を持ってくれてる人にアプローチできるので、心の準備もできますし、ストレスが全然まずない。1000社かけて10社アポイントが取れるのと、20社のうち10社アポイント取れるのって、結果10社って同じじゃないですか。ただ、絶対後者の方が嬉しいよねっていうのがあって、まずスピーダの中で、私たちのお客さんになり得るフリーとか、ハブスポットとか、セールスフォースを入れてるお客さんで、フライクと全く接点のないお客さんってどこですか？あとは30億から50億の企業ってどこですか？みたいなところを、このフィルターできるのがスピーダのいいところなんですね。ただ、あくまで企業情報とかしか出てないので、そこからそのハブスポットの中にそのデータを入れても、営業のしようがない。そうですね。大きい会社であればあるほど、もうどこにアプローチしていいか分かんないですね。で、ネット上に落ちてる情報とか、で、リンクトインで全部調べるのもめんどくさいしっていう時に、オートブーストを使おうかなと思ってて、オートブーストでは、スピーダの情報をオートブーストにかませてしまって、で、オートブースト上で、そのお客さんのバイネームの人の情報が出るので、例えば、新堀商事の新堀社長とか、新堀商事の三角取締役に連絡しようって言った時に、もうオートブースト上で調べてる情報があるので、その情報をもとにリンクトインに連絡をするっていう風な方法を取ろうと思っているので、我々はスピーダとオートブーストとリンクトインとハブスポットのセールスハブを使ってワントゥーワンでマーケティング。なのでこれがアウトバウンドって言ってるんですけど、アウトバウンドをしていこうっていう風に思ってまして、かなりの費用を投資をしようとしてます。だから
会社のところはスピーダがフォローしてくれて、その大体絞り込みができたら、そこの人をオートブーストがフォローしてくれて、リストができるので、SNS とかメールとかでアプローチかけていこう、みたいな感じってことですね。その通り。なるほど。マスじゃないみたいな言い方の方が分かりやすいんですかね。マスマーケティングではなく、本当に興味のあるような人たちが問い合わせしてくれそうなお客さんに対して、こちら側からアプローチするみたいな施策がセールスの施策ですね。令和ですね。令和ですね。令和ですね。だって、まず SNS でアプローチしようっていうのって、まあ最近なんか当たり前ですけど、これまでだったら電話とか、ファックスとか、で、それがメールになって、ちょっとなんかチャットツールとかになってきて、今もう SNS ですからね。でも僕もリンクトインを使ってどれぐらいかな ?3 ヶ月ぐらい経ったのかな。で、今、そのネットワーク、もう300人ぐらいあるんですけど、DM めっちゃ来るんですよ。ああ、言われてますよね。めっちゃ鬱陶しいのしか来なくて、連絡全然返信しないんですよね。でも、X では結構返信する確率高いので、まあこれを見てる営業の方は僕にはリンクトインじゃなくて X の方がいいんですけど、そういう感じで、ただリンクトインとか X とかを使って相手が興味のあるようなものをしっかり考えた上で連絡をしていこうと思っているので、多分そのリンクトインも実はセールスナビゲーターっていうのがあって、月額2万円ぐらいのサービスなんですけど、50人までしか送れないんですよ。連絡がそもそも。なので、リストは50がマックス。なのでそこにちゃんとかけていくっていうことで言うと、まあ1日10件送るとか25件送るってなると、すぐリストは枯れてしまうので。そうですね。かなり精度を上げたものを最初から用意しておかないと無駄打ちになっちゃうってことですね。なので、なぜあなたに今送ったんですかとか、何が今やらなくちゃいけないことと思いますかみたいな、その仮説をぶつけるみたいなこともしっかりやっていこうかなって思ってます。回り出したらちょっと面白そうですね。なので、営業をガンガン入れなくても、ちゃんと少人数で回して商談をちゃんと作っていける。パイプジェネレーションっていうところができるといいなって思ってます。で、続いて共通領域。まあ、セールスのところの領域もなんですけど、我々 Zoom と TLDV と議事録を作りました。じゃあ、どちらにこの内容を聞いていったらよろしいですか？これ研究開発やったのは三角さんか。そうですね。まず議事録をどうやったらこう効率的に整理できるか、構造化された形でっていうことで、ちょっと開発が止まってしまったクイップから Notion に切り替えるというような、これ言ってよかったんですかね、開発っていうところを、まあ、起点に始めましたと。で、その後に、議事録は、まあ、ここで Notion 上できれいにまとめていきましょう。じゃあ、そこの材料になる録画データ、文字起こしデータっていうのをどこから取っていこうか、みたいな時に、アンプトークから TLDV に変えたっていうところですね。なぜかというと、文字起こしが出来上がるのに2時間ぐらい待たないといけなかった。これが結構大きいのかなと思ったんですけど、他にもありましたっけ？ここですよね。それが大きいですね。やっぱあるっけ？あとはまあそのなんか API みたいなところもなかなか情報が出てこないっていうところもあったので、その文字起こしデータを Notion 側にこうコピーしないといけないとかっていうのも多分 TLDV になってくると繋いじゃえばいいとか。あとはまあアンプトークがそもそもセールスイネーブルメントみたいななんか文字起こしを目的としてなくて、それをもとに営業をどう強化するかみたいな使い方が多分メインですけど、我々はそっちっていうよりかどちらかというとプロジェクトの議事録なんで、こっちの方が相性いいよねっていう判断ですね。なのでその議事録をもう打ち合わせが終わった瞬間に文字起こしができていて、そこからもう議事録を作成に入れる。それも AI を利用してっていうところで今、Notion と TLDV っていう形の組み合わせに移行したという経緯ですね。じゃあ続いて AI のところなんですけど、シンボリさんの推しは何ですか？推し AI。推し AI。私、チャット GPT が一番使うかなっていう業務的な形でいくとそうですけど、まあ2月からついにエージェントフォースをちょっとスモールで導入しまして、まあ、セールスフォースせっかくこうね、いっぱい集まってるところで、普通のそのジェミニとかチャット GPT ってあくまでなんだろうな、世の中のこの当たり前の情報を使って AI を使うんですけど、エージェントフォースはうちのデータ、うち独自のデータに対して AI を使うっていうところになってくるので、まあ今ちょっといろいろ試行錯誤してますけど、なんかフライク AI みたいな形で、フライクの情報が集まる AI っていう形で今後はしっかり使っていけたら嬉しいなって思ってますし、それこそさっきセールスの領域であったような、もうある程度こう絞った一人一人にメールを送るみたいなところと、そのメールを作らせるところもいろんな情報がセールスソースに集まっていて、それをもとにこうエージェントフォース君が作ってくれるみたいな世界観もできるといいよねっていうところで今やっているっていう感じですね。もう一つ、スノーフレークと連携もしますみたいな話を今進めてるじゃないですか。はい、そのデータ
ー基盤のところにあるスノーフレーク、タブローとエージェントフォースのこの連携具合もちょっと教えてもらっていいですか？はい。ここ今ちょっと迷ってるんですけど、エージェントフォース君が結構、閉じちゃってるので、セールスソースはデータクラウドに入ってないとなかなか動いてくれないと。ただ、うちで言うと、いろんなデータがあって、データクラウドに貯めるものと、そうではないものってあった時に、どう使おうか、みたいな。でも、スノーフレークは、やっぱデータ基盤みたいな形で、いろんなデータ貯めていって、ちゃんとデータベースとして持ってくれてるので、じゃあデータクラウドとスノーフレークを連携させて、必要なものだけデータクラウドに引っ張ってゼロコピーしてしまって、そこで AI を使おう、みたいなところっていうのは今、やろうかなっていうふうに思っているっていう感じですね。楽しそうですね。ですね。じゃあもうスノーフレークと併用していくみたいな形の。併用で考えてますね、今は。なんかこんなに2026年のシステム連携組み立て図がアップデートしていったら、思想とかこんな IT ツール使ってるんだみたいな表面的なところは理解できると思うんですけど、具体的にこういうふうな使い方をしてますよみたいなのって、ユーザー側というか見てる人って知りたいと思うんですけど、そういう時ってどうしたらいいんですか？そういう時はですね、プレイナーという画面上で動いてる様を見てもらうことができるサービスがあります。ニコニコしてます。待ってましたみたいな。しかもですね、それをハブスポットと連携することができるので、それを見ている、どこを見ている人がいるのか、でどの機能にすごく時間をかけてるのかっていうのも、分かっちゃいます。気持ち悪いなぁ。もう補足していいですか？補足していいですか？僕も喋りたくて振ったんですけど、例えば大企業さんとかが使ってますとか、うちのデモを見てくれました。例えば、セールスフォースのボックスの連携しているデモを見ましたっていう時って、僕らからすると大企業が使ってるってわかんないじゃないですか。ただ、固定 IP アドレスを使っているので、固定 IP アドレスの情報が、実はハブスポットとスピーダで連携をかけているので、たくさんの情報から、この大企業が使ってるんだっていう情報がわかります。なので、それがプレイナー上ってわかるんですけど、プレイナーからハブスポットに連携をかけていることで見えるようになっている。じゃあ、それを見て、見てるんだって終わらせるわけではなく、オートブーストで連絡をしていくっていうことをやると、興味のある見込み客に対して我々から案内ができる。みたいなことも思い描いているので、ちょっと大変ですけど、このプロジェクト頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。大変です。そうですよね。事例がないですもんね、こればっかりは。そうそうそう。どれだけネット調べても、この情報はないので、作っていかないといけないです。どれぐらいかな ?2026 年7月ぐらいには、できましたっつって、そうですね。こんな感じですって言いたいですよね。ですね。YouTube でご報告したいですね。はい。ということで、2026年7月には、三角の兄貴が動画撮ってくれるってことなんで。あれここに座ってここに座って。一人で。やりたいです。一人で行きます。一人で。いてくださいよ、横に。最後、しんぼりさん。はい。今日締めということで、はい、2026年システム連携組み立て図とかけて、〇〇と解くって言ってほしくて、僕がその心はって言うんで、三角さんが答える。三角さんが答える。オッケーです。やばオッケーです、オッケーです。絶対ハンドルだやってみましょうか。2026年システム連携組み立て図とかけて、地球儀と解く。その心はすべては一つ。お後は良くないけど、これからまたたくさん YouTube とかホームページとかブログとかを通じて我々はこれまでのスタンス通りたくさんの情報を皆さんにアップデートしてお伝えしていこうかなというふうに思いますので、すっごい有力な情報が見れるので、見るためにはやっぱりチャンネル登録、そして我々が動画上げたいなって思わせていただけるようにグッドボタンいただけるとすごく嬉しい次第でございます。コメントも欲しいですよね。コメント嬉しいですね。会話したい。そうね。私しないですけど。本当。全部僕。どう思ってるかとか聞きたいですよね。これすごいとか、これもやってほしいとか、この連携は考えたことなかったみたいなことを言ってもらえるとね。確かにコメントなかなかいただけないんで、もらえたら嬉しいですよね。そうなんですよ。ぜひお待ちしてます。ちなみにさっきの答えは何点だったんですか ?100 点中。60点いってません？次の動画もね、お楽しみに。バイバーイ。